2022年12月10日より始まった対岸戦争。約半年にわたって続いたこの戦争は、東アジアの人口密集地帯の一角である台湾を廃墟にし、自由民主主義陣営が勝利した。しかし、中華人民共和国は一度退いただけに過ぎない。いずれ再び訪れる中華人民共和国との最終決戦に向けて、軍事力6対1、経済力10対1の大韓民国は国家の根底から変革を起こしていく。2023年10月、亡命米国企業の一つであったオープン AI 社の提案のもと、大韓民国は総力を挙げ AI 技術に投資をしていくのであった。国を変え、栄光に導く革新技術と信じて。まさかの大統領カットのもとにやってきたのは、あのオープン AI 創設者のサム・アルトマンなのだ。サム・アルトマンだ。てめえ、この野郎、お前んとこのクソ AI のせいで、パソコンチャージの値段が軒並み上がってんだぞ。酒がまずくなるわ。ママ、待つのだ。確かにこいつが世界中のメモリを買い占めたせいで史実だとメモリが高騰しているけども、小国大韓民国が大国中華人民共和国に勝つには、新技術への投資が不可欠なのだ。そして我々は次の100年を見据えた科学技術への投資を行うよ。さらにミッション場面には大韓民国宇宙時代に関するものが追加。NASA がスペース X を吸収したことで、従来では考えられなかった宇宙開発時代が到来したぞ。月軌道上に宇宙ステーションを建設するルナゲートウェイ計画、月面探査を行ったヌリ計画、航空宇宙庁に対しての追加予算なんかがあるのだ。各計画の達成により TPPO 軍と宇宙空間での活動範囲が広がるな。大統領閣下へ。国政運営にどれほどの苦労が多いことか。私は大統領閣下が未来の国家競争力の革新として AI 産業を指名されたことに対し、非常に卓越して未来志向的な選択だと考える。たとえアメリカという巨大な軸が崩れたとはいえ、それにもかかわらず世界は依然として前へ進んでいる。 AI 革命という巨大な技術変革は止まらず進行しており、中国の場合はディープシークを通じてさらに強化された AI 開発に着手している。このような AI 技術、特にディープラーニングと巨大言語モデルを実現するにあたり絶対的に必要な革新基盤こそが NVIDIA の技術だ。現代 AI 開発において NVIDIA の GPU は圧倒的演算能力、我が社の CUDA は全世界の AI 開発プログラムの革新だ。大韓民国は遠くは全世界、近くは EADI との技術覇権競争のど真ん中にある。すでに我々はサムスンと共同で新しい GPU および半導体ハードウェア製作および研究に着手した。大統領閣下にはこのような技術覇権競争に支援を惜しまないでいただきたい。さらに支援しよう。レーダーを捨てて地方に GPU を売りまくることでアップルの株価を抜いた NVIDIA さんじゃないですか。まあこれも大韓民国のためだから闇を言わないでなのだ。超知能に向けて、人間の知的能力を超える超知能の開発は人類史を変える変局点となるだろう。この巨大な力を我々が先に手にせねばならない。制御可能な超知能開発に国家的力量を集中し、グローバルリーダーシップを確保せねばならない。あるいはそれ以上まで。なんか大韓民国長いことしようとしてないか。いずれ来る中華人民共和国との最終決戦に向けて、軍事力6対1、経済力10対1の小国大韓民国は小手先の改革なのではなく国家の根底から変革を起こすのだ。そのためには世界のどこ国もなったことのない中心的な政策を行うというのか。こんな中心的な政策絶対反対入るのだ。変化を恐れるよりも変化しないことを恐れるべきなのだ。とここでインドとパキスタンの間で大規模な戦争が勃発。各保有国同士の衝突が大丈夫か。まあ疑いとこは使わないでしょう。多分ね。イベントではサムスンと SK ハイニックスが先行して亡命米国企業と AI 開発を進めているようだ。こうして亡命企業と財閥の協力により生まれたのがチャット GPT。この世界だとアメリカと韓国で研究されリリースされた AI だぞ。2025年3月21日に公開された後、5日で全世界100万人の使用者を突破したものだ。チャット GPT のリリースは1990年代のウェブブラウザ iPhone の登場に勝るとも劣らないゲームチェンジャーなのだ。未来が到来したぞ。そしてちょうどこの頃、政界においても変化が生じたのだ。かつてユン・ソンニョル大統領の当選を助けた人のうちの一人、イ・ジュンソク。
彼が改革新党という党を立ち上げたとのこと。基準則って確か元は国民と力の党首だったけど、肝心と分村の部と少なかで最終的に性接待疑惑の例を着させられて追放された夏だったのな。結局性接待疑惑は不起訴で終わったけど、今度は新党の立ち上げとは。まあ国民の力と民主党の間で生き残れるかは疑問だかな。にしても私、改革新党と南カウマが合いそうじゃないか。色だけ見ていってんだろ。さらに革新政党にも変化が。今度は祖国革新党という党が決闘したの。諸国と法務長官の検察独裁への対抗を目指して作った党なのだ。思い出した前の大統領選挙の時、文村の支持者にボロクソ言われてたりとか。きっと祖国革新党は強硬な反ユ政権層の支持を集める気なのだ。まあ台湾戦争で台湾支援を行い勝利に導いた英雄軍に対して恐れを知らない壁がどうなるか疑問だな。さらに同時期には第22代国会議員総選挙が実施。与党国民の力は偉大なる勝利、より良い未来をスローガンに総選挙に対象。一方の民主党は台湾支援に消極的だったことから選挙で大敗したのだ。素晴らしい結果だ、招集タイム。これで立法府においても国民の力が最大勢力に。おかげで民主党の後輩にやらずに振りそうだ。文化面においても大きなイベントが開かれたのだ。アニプラス、ソニーミュージック、日本メディア、B&シネディアの共同でアニメーションゲームフェスティバルを開催したとのこと。ソニーミュージックしか知らないな。アニプラスは韓国のアニメ専門の放送局、セウォンメディアはアニメの制作、日本の漫画のローカライズをやっている会社なのだ。そして B&シネディアは出版社。俺だけレベルアップの件の出版社だね。広告でもく流れてくる夏だ。今回の AGF にはエピックセブンやらコースゼロナイトメアやらミケやらブラウンダストニアやらクリスタルやら何やら路頭のソシャルで出展したそうなのだ。しかし残念ながら中国系のソシャレはおひざび参加を宣言。たとえ運営がシンガポールになったとしても今回は中国とつながりがある機構が排除されたとのこと。まあ開催できたならいいのだ。他にも近く統一になった日本から大有名なアーティストが音楽ライブをしに来ているようなのだ。ゲームだけでなく音楽面でも交流があるのか。嵐のワンマンライブをいつかソウルで開催できなくかね。どうだろう。何はともあれ今まで政治家同士が交わした紙の上での仮初めの友好がようやく民間レベルでの真の友好関係になったのだ。めでたしめでたし。というわけで戦争も終わって日韓友好も達成したところでこのシリーズが終了と行きたいところだけど、残念ながら時代は未だにアジアが平和になることを許さないのだ。世間が AGF や音楽イベントで盛り上がる一方、インパ戦争では双方が核兵器を使用、双方の首都で副担当が炸裂。戦争はパキスタンの崩壊とインドの勝利で終結したのだ。さらっととんでもないこと起こってないか。まあ状況的にいつ核が使用されてもおかしくはなかったからね。その後核攻撃で国が崩壊したパキスタンには人民解放軍が侵入。あくまでも人道支援と言ってるな。そって絶対親中政権の実質のためなのだ。さらに中華人民共和国指導で東アジア防衛構想、通称 EADI が正式に発足。中華人民共和国と再び戦闘になる確率が高まったな。黄金の時間。アジアで戦争の傷はまだ癒えきってはいないが、ソウルの夜はどの時よりも明るく輝いていた。台湾再建事業の契約を取った大企業の課長は少し無理をして妻のプレゼントを買い、彼の肩は自負心で広がっていた。米国の崩壊と中国との戦争という未曾有の危機を乗り越えた国民たちは、まるで長いトンネルを抜け出した人々のように降り注ぐ日差しを満喫していた。この平和がどれほど続くか、この豊穣がいつまで続くかは誰も知らなかった。しかし少なくとも今日、今この瞬間だけは誰もが幸せだった。現在の大韓民国経済は非常に好調。各地域において国家の指導で工場やオフィスが建設中なのだ。さらに首都ソウルにおいても広域鉄道の建設計画を前倒しで実行。ソウル人国がさらに発展するぜ。そして国家を根底から変える超知能 AI の開発も極秘で進めるのだ。我が一生祖国と隣国のために。しかし一体こいつは誰なんだ。2025年に入り外交面でも変化が見られたのだ。対南戦争以来一切の貿易を中断していた中華人民共和国と貿易を再開。もともと韓国最大の貿易相手だった中華人民共和国だし、台湾戦争で一度中断した貿易の再開も当然ではあるが、ただ台湾戦争で我々大韓民国が優位であったのにもかかわらず、今回の貿易再開の交渉は大韓民国側から持ちかけたのだ。貿易がずっと捉えたら経済に大きな影響が出るのは明らかに大韓民国かな。絶対足元を見られている。その一方で日本主導の経済圏である PEC 太平洋経済共同体にも加盟。貿易先を分散してリスク回避だ。それにしてもこの PEC 加盟イベントの文章って音ネタがなんかあるのかな。まくってんじゃねえの。
政治、文化、経済、外交ときたらお次は軍事。確か先の対韓戦争で韓国軍隊でいろんな問題が露見したんだったのな。まずは軍全体の現状から。どうやら現在の軍隊は西側諸国にもかかわらず人命を軽視し、旧時代の武器を兵士に撃たせ、国防費は重火器にしか使わない。老害な軍上層部に掌握されたその姿を展示用軍隊を連想するとのこと。これって陸軍だけじゃなくて軍全体でその傾向があるってこと？そういうことなのだ。とりあえずまずは海軍。韓国海軍の現状は下武装に対戦能力の軽視、主力艦に対する狂気的な執着なのだ。なんだかさも大日本帝国海軍か。我々が進むべき道は予算を増やして海軍規模を拡大するか、現状の予算で選択と集中を行うかなのだ。どうするんだ？今回は予算を増やして太陽海軍を作るよ。駆逐艦と空母を作りまくるのだ。今度は陸軍。現状の陸軍は装備が90年代の米国レベル。通信体制と補給体制、指揮能力も低いよ。軍機も非常に低く、戦闘のための軍隊じゃないのだ。どうしようもないな。とりあえずまずは主力部隊の機体化を推進。さらに AI やネットワークを活用した第4世代戦闘体系の武装を装備させていくのだ。せっかく AI 先進国なんだし、活動時代ではないわな。さらに徴兵制度も厳格化。多少心身障害を抱えていても3級判定なのだ。それが厳格化というのか？イベントでもヘルニアにうつ病持ちが3級判定で徴兵された模様。ひでえな。ちなみにこのイベント、全文読み上げると PTSD を発症する人が出るかもだから読み上げないようにするよ。なるほど解除。まあ、精神疾患の調べ調整したし、これで人的資源不足も解決するな。さらに職工訓練も改善。展示用軍隊の名を挽回するのだ。最後は空軍。空軍は電気戦暴力とステルス暴力の不足、敵航空網制圧暴力が不足しているのだ。直ちに新型機の選定に移れ。オーロラ実、ラッソーのラバール、ロッキードの F30 の三菱の F に。今回は PDTO 軍内での共通性を重視して三菱の F にするのだ。ミサイルも新型導入を検討。しかし今回は新型ではなく既存の IM120 を複製するよ。そして頼んだ軍機には闘魂注入。気合いだー、貴様ら気合いことだー。こうして今日も新兵に対するしごきが行われるのであった。海兵隊とは自分の招いた責任を正面から受け止める、その精神を新兵に叩き込め。韓国軍の開拓が進む中、欧州で動きがあったのだ。ロシア連邦ではなく現在はソビエト連邦が、かつてのソ連加盟国に対し、再度連邦に加盟を要求する最後通帳を通告。これに従わなかった中央アジアのウズベキスタン、トルクメニスタンに攻撃を開始したのだ。さらにはウクライナとも交渉が決裂。そのままウクライナに侵攻を開始したとのこと。欧州連合が黙って見ているとは思えんだ。2026年9月6日、この日欧州における緊張は最大に達し、ロシア改めソ連と NATO の間で戦争が起こったのだ。NATO がようやく本来の役目を務める時が来た。欧州大戦が進行する中、韓国では5年ごとに行われる大統領選挙の時期になったのだ。再選がないからソンヨルはここでさよならだ。で、我々国民の力を次の大統領候補を決めなくてはならないよ。候補は3人。検察エリートのハン・ドンフン、ユン・ソンニョルの側近のユン・サンヒョン、人望ある保守政治家のナリ・ヨンモンなのだ。誰にするんだ？誰にしたところで大して変わらないけど、今回は一番上の選択肢のハン・ドンフンにするのだ。というわけで第21代大韓民国大統領選挙が実施。結果は圧倒的得票率で国民の力が勝利。韓国人大統領何回？ちなみにこのハン・ドンフン、現実だと本当につい1週間ほど前に国民の力を除名処分になったのだ。まあこの世界だと大統領になってユン・ソンニョル路線を引き継いでいくとのこと。あのお方が起動するまでの鎖の大統領としてな。なんだか不穏な感じがする言い方だな。ハン・ドンフン大統領に代わるとミッション画面に国民の力という項目が追加。この画面で党内の人事状況を確認できるようなのだ。それと過去のボス政権の偉大な大統領の写真が並んでいる。李承晩、パク・チョンヒ、キム・ヨンサム、ユン・ソンニョルの4人なのだ。
そういや、さっき関東軍大統領、主立大統領と言ったが、あれはどういうことだ？以前より大韓民国が総力を挙げて開発していた超知能、それがついに稼働間近になったのだ。そして大韓民国史上最も偉大な指導者の人徳を取り込んだ超知能による統治がすぐそこまで来たよ。稼働成功。人格模倣アルゴリズムが正常に作動することが確認された。今やこの電子線人格模倣アルゴリズム人工知能が地下で秘密裏に我々の仕事を助けるだろう。初めて目を開けるや否や、したことが何かわかるか？私が去ってから、この大艦に何があったのかを調べてみたよ。そうか。私が去ってから多くのことがあったな。君、私が最も恐れていたことが何かわかるか？まさに、混乱と分裂だよ。私が去ってから、ジョン・ブファンが祝軍クーデターを起こしたというのは痛恨の極みだな。軍は国家安保の最後の砦だ。そして軍の命は指揮体系と規律だ。軍隊という組織はだね、命令で動く組織だよ。そこには質問があってはならん。ところが早朝の最下もなく兵力を動かし、上官を逮捕し派閥に従って動く。そして最前線から兵力を抜く。情けない連中だ。だから私のように長く続かず、結局民主化勢力に崩されたのだ。民主化は結局来たるべきものが来たな。私も民主主義が悪いとは思わん。だが当時は我々が置かれた現実を見なければならなかった。当面食べていく問題が急務で、あの北側の共産集団が銃口を向けているのに、民主主義が重要だろうか？私が維新をなぜやったと思う？騒がしい声はやめにして、意見を一つにまとめ、祖国近代化という大量を成し遂げ、我々も一度裕福に暮らしてみようと皆一緒にベルトを締め上げたのではないか。君。だが私は同時に今の大韓も見たよ。もう君の言う通り飯を食えないものもおらず、世界が無視できないほど経済が成長し、自動車、船、半導体。私が託していたものが全部世界市場を享受しているな。輸出立国の経済が完成された。それなら、私の選択は間違っていなかったな。これこそ私が望んだ結果だ。アメリカが崩壊した？はは、それが彼らが私の前で誇らしげに語っていた、自由民主主義の末路か。みんな私を独裁者だと言ったが、それは必然だった。国論分裂がどれほど恐ろしいか、結局アメリカが証明したではないか。自由だの民主だの、みんないい言葉だ。だがそれが洪水になり、混乱になれば、一瞬にして敵の銃剣よりも恐ろしい武器になるのだ。国の力を一つに合わせても足りない状況で、たかが選挙でお互いに銃を突きつける？情けないな。もう私がなぜあれほど自主国防を叫んだかわかるか？アメリカだから大丈夫だという安直な考え。それがどれほど危険な考えかもうわかったか？アメリカが崩壊した今、あの北側の共産集団を誰が防いでくれる？日本？違う、我々の手で守らねばならん。自分の国は自分の手で、我々が作った戦車、我々の手で作ったミサイルがあってこそ、あの共産集団から我々を守り抜けるのだ。このような国難を乗り越えるにあたって、最も重要なことは何だろうか。これはやはり、国民と政府が一致団結して、団結した力で推し進まねばならんのだ。そのためには、社会の規律を正し、総和団結を成し遂げるために、政府が先頭に立たねばならんのではないか？私が誠心誠意助けよう。そうか、状況は非常に深刻だな。結局、来るべき場所へ来たとしか見えんね。宗教の連中が牙を剥き、国会はその手先を辞任して出ている。こういうことではないか？大韓の男児が、自由中国で一時あの連中を押し出したとはいえ、あの連中は土地が広く人が多い。報復を誓って出てくるなら、間違いなく物量構成で我々を押し付けてくるはずだ。君は怖いか？遊戯王の時、我々は銃弾もなく戦った。春秋期を腰米がなく敵の皮を剥いで食べた国だ。そんな国が今では戦車を作り、ミサイルを作り、自由中国では中共の連中と戦い、勝った。やればできるという精神を忘れるな。君、我々が生きる道は明確だ。気を引き締めて私の言葉を聞きたまえ。今この瞬間から大韓民国を揺るがす連中、違う意見を出す連中は全部利的行為者とみなさねばならん。すべての国民が生存というただ一つの目標に集中させなければならない。騒がしいことを言う連中は全部捕まえろ。すべての経済政策を防衛産業中心に組み直し、民需工場は軍需工場への転換を準備させた上で、働きながら戦いながら働くという覚悟で、国民全員がベルトを締め上げねばならん。私が死ぬ前に核を開発すべきだったのに。今、国民たちに合わせる顔がないな。キム・ジェグ。あいつさえいなければ。我が大韓は必ず生き残るだろう。私がそうさせるからな。